こんにちは、月島です。今回はダイナミックイコライザーについて Waves の F6 を操作しながら見ていきたいと思います。目次です。ダイナミックイコライザーとは、パラメータと使い方、音源にかけてみる、ファブフィルター Pro Q3 と比較、マルチバンドコンプとの違い、最後にまとめと次回予告です。一般的な普通のイコライザーは指定した周波数帯において設定したブーストカットを常に行います。例えば 500Hz でゲインを -6dB と指定した場合、音源を常に 500Hz で 6dB カットし続けます。対してダイナミックイコライザーは指定した周波数帯で条件が揃った時にだけ動作するイコライザーです。そしてその条件とはコンプレッサーのように任意の音量レベル、スレッショルド値です。例えば音源の 500Hz の音量が 20dB を超えた時だけ 6dB カットするなどといった使い方をします。普通のイコライザーやマルチバンドコンプレッサーと比べてより精密でピンポイントに使用するイメージです。それぞれ再生してみたいと思います。ダイナミックイコライザーの 500Hz のところのバンドに普通のイコライザーとは違う動きが見えます。ゲインリダクションメーターのような動きをしています。これは条件が揃った時にだけ音をカットしていることを表しています。ダイナミック EQ は音の多いバストラックやマスタートラックで使用しても良いですし、もちろん楽器単体のトラックで使用しても良い仕事をしてくれます。グラフ表示部には普通のパラメトリックイコライザーと同じように設定しているバンドがグラフィカルに表示されます。F6 と名前が付く通りに6つのバンドが用意されています。その他にローパスフィルターとハイパスフィルターがあります。操作したいバンドセレクターを選択すると下にあるバンドコントロールが切り替わります。各バンドは色分けされています。左から見ていきます。バンドオンオフボタン。このバンドを使わないときはオフにしておきます。バンドモード、ステレオ、ミッド、サイドを選択可能で、フィルターの影響範囲を選択します。いわゆる MS 処理が可能です。バンドタイプ、ハイシェルフ、ベル、ローシェルフの3つから選択可能です。フレクエンシー、バンドの周波数をこのつまみで決定します。Q、バンド幅です。ゲイン、バンドゲインを決めます。レンジ、ブーストカット量の限界値を設定します。スレッショルド、ダイナミック処理を開始する設定値です。アタックタイム、0.5 ミリセカンドから500ミリセカンドを選択できます。リリースタイム、5ミリセカンドから5000ミリセカンドです。SC ソース、サイドチェイン設定、ハイパスフィルター、ローパスフィルター、一般的なフィルターですが、バンドモードでステレオ、ミッド、サイドを選択できます。ARC、オートリリースコントロールです。ミックス、アウト、エフェクト音のミックス度合いと出力ゲインを操作します。ちなみに最近メジャーアップデートしたスタジオ16では標準プラグインのイコライザーにダイナミック EQ の機能が追加されました。そしてファブフィルター Pro Q3 のダイナミック EQ 機能については以前にレビュー動画を上げていますのでそちらをご覧ください。
まずはアナライズしながらエフェクトをかけない状態でドラムフレーズを再生します。アナライズの結果を踏まえつつカットする場所を3箇所設定してみました。ボーカルやエレキギターを考慮してドラムが主張している 540Hz と 1.2kHz、そしてドラムの金物系の耳障りな高音を抑えるのに 6.5kHz です。それぞれ音を確認しながらゲイン、レンジ、スレッショルド、アタック、リリースを調整していきます。また F6 は MS 処理も可能ですが、今回はステレオのみで数値を設定しています。MS 処理についてはまた別の機会に動画にしてみたいと思っています。それではダイナミック EQ をかけた音を再生してみます。このような感じになります。次はバイパスとエフェクトをかけた音をもう一度比較してみたいと思います。以上のような違いがあります。以前レビューしたFabFilter Pro Q3 も同じ数値に設定してみましたので、効果を比較してみたいと思います。ちなみに Pro Q3 は F6 に装備されているアタックとリリースの設定がありません。おそらくプラグインがオートで判断して動いていると思われますが、これが音の違いに出てくるのか注目です。それではそれぞれ再生してみます。以上のような違いがあります。FabFilter Pro Q3 は F6 と比べてみるとゆっくりとイコライザーが効いている印象を受けました。F6 の方にはアタックとリリースのつまみがありますので、アタックが遅めでリリースを早めといった設定をしてあげるとダイナミクスとスピード感を演出できます。楽曲のテンポに合わせて好みで使うプラグインを選択すると良いと思いました。ダイナミック EQ とマルチバンドコンプレッサーは周波数帯域を指定してブーストカットできるのと、スレッショルド値を設定して音量をきっかけにしていますので、性質的には似ていると考えられます。ただマルチバンドコンプはバンド幅の最小値が 300Hz あり、より精密にピンポイントでブーストカットできるのはダイナミックイコライザーになります。またブーストカットの性質もイコライザーと圧縮をするコンプレッサーでは違いがあります。場面に応じてどちらかを選択して使用するという形になると思います。ちなみに F6 の説明書には圧縮するという記載があります。ダイナミックイコライザーも実は圧縮しているのが正解なのかは今のところ私にはよく分かっていない部分です。ダイナミックイコライザーは精密にブーストカットできる分、パラメーターも項目が多くて複雑ですが、使いこなすことができるとどんな場面でも非常に役に立つプラグインです。Waves の F6 はアタックとリリースをマニュアルで操作できるのが他のダイナミック EQ にない機能で良いと思いました。次回は
チャンネルストリップのプラグインを見ていきたいと思います。レコーディングスタジオのコンソール卓にあるトラックのイコライザーやコンプレッサーをそのままモデリングしたものです。販売されているプラグインはいくつもありますが、次回は Waves より出ている SSL のプラグインの新しいモデルをレビューしてみたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。